チャスゆうせいです。日本一周終えるとどういうルートで日本一周回ってきたのかっていう質問をよく受けることがあります。今回は日本一周どういうルートで回ったのか、そしてそのルートを選んだ理由についても一緒にお話ししていこうと思います。これから日本一周に出たい人の一サンプルとして参考になれば幸いです。では行こう。2020年6月の末に東京を出発しました。出発してまずは北上。この北上の理由はですね、夏の間に北海道を回っておきたかったからです。なぜ日本海を目指したかというと、理由は単純。自転車は車なので道路は左側通行です。そうなると海がきれいに見えるのは当然日本を時計回りで回ることです。海をきれいに見たいがためにまずは日本海へ向かったんですが、最初の方はちょっと後悔していましたね。というのも埼玉を越えて群馬、長野のあたりは山と筋肉痛に悲鳴を上げながら進むことになるわけですが、一旦海に出てしまえばもうこちらのものですね。この時はまだコロナウイルスが1年ほどで収束すると予想し、9ヶ月ほどで日本一周を終えるためにあまり寄り道はせずに、とりあえず早く進んでいたという感じです。北海道、基本的には左回りを維持します。ただ北海道は広大で内陸側にも見どころがたくさんあったため、海沿いを走るということにはこだわらず、かなり内陸部の方もいろいろ回っていきました。時間があれば海岸線沿いももうちょっと走りたかったし、行きたいところもまだまだあったんですが、9月に入るとすでに夜がもう若干寒くて、夏服装備しか持っていなかったので、早く南下したいなという気持ちになり、冬に追いつかれてしまうことを危惧して早めの南下を決意します。9月半ばから10月にかけて一路東京へ向かいます。岩手県のリアス式海岸はいろんなチャリダーさんからきつかったという噂を聞いていたので、拾って内陸を攻めます。福島県は福島原発の影響で自転車が走れない道路があります。その辺を注意しながら進み、茨城県へ突入します。東京に戻ってこのまま時計回りで進んでいいのかどうかを改めて考えました。結論から言うと、もう一度日本海側へ出ることを決意します。理由は大きく2つです。1つは日本海側の雪が相当厳しいこと。この頃はまだまだコロナウイルス収束するだろうと思っていました。春に日本海側を通って帰ってくるルートでは時期によってはまだ雪が残っていたりする可能性があるので、冬になる前に日本海側を制覇してしまいたい。そして YouTube を撮るときに自分の自転車を漕いでる映像を撮ろうとすると、せっかく海沿いを走っているのにほとんど海が映らない。なぜならカメラは陸側を向いているからという状況が起こってしまい、なんかあんまりカメラ映えしないなということで反時計回りを選択します。新潟県に入ってから一気に冬から逃げていきます。九州に着いたのは11月の最終日。翌日からは12月ということで、残念ながら冬に追いつかれてしまいます。九州はこれまでとは全く事情が違って、高校生時代に海岸線沿いをぐるっと一周したことがあったので、九州は海岸線に全くこだわらず行きたいところに行くという感じでした。しかし年明けとともに大雪が天草にいた頃降ってしまいます。九州でこんだけ雪に捕まってしまうとは思っていなかったんですが、この状態ではもう寒すぎてちょっとやっていられません。緊急事態宣言も出てしまいましたということで、沖縄で緊急事態宣言が明けるまで待機することを決意します。緊急事態宣言中は基本的には Uber をして過ごしていました。
緊急事態宣言が明けるとともに行ってみたかった離島巡りを始めます。石垣島、与那国島、西表島、波照間島と回って北上を開始。沖縄本島を経由して沖永良部島、徳之島、奄美大島、種子島、屋久島と回って再び九州に上陸します。九州の北上も南下と同様行きたかったところを行くという感じに終始しています。霧島や椎葉村、高千穂、阿蘇など内陸部を回って北上していきます。本州に入るとすぐに3回目の緊急事態宣言が出てしまいます。広島に入ったところでストップし、4月末から6月の半ばにかけてドローンの練習をしたり、ウーバーをしたりして過ごしていました。3回目の緊急事態宣言が終わって、いよいよ四国です。ドローンを購入していたことで、ルート選びにかなり大きな変化が現れました。ドローンの練習がしたいので、ドローン映えする場所を回りたいという欲が出てきてしまい、海岸線、内陸を問わず、とりあえず行ってみたいところを回ってみるというようなルートを選んでいます。四国を終えると、また緊急事態宣言。大阪では大流行していたので、大阪で留まることは避け、京都に上陸。今度は京都に2ヶ月間滞在し、だらだらウーバーをして過ごすことになります。京都を出発する際に滋賀を回ることを検討しましたが、滋賀はすでに琵琶湖を一周したことがあったので、もう琵琶湖以外見るとこなくねっていう感じがし、スキップを選択。今回の日本一周中、唯一全く足を踏み入れることがなかった県となってしまいました。広島にいた時点で夏服を送ってしまっていたので、冬服はもうありません。ということで、京都から東京にかけては行きたいところを回りつつも、迫り来る冬将軍の前に東京に帰れるように移動することになります。以上、私の日本一周のルートまとめでした。基本的には行ったことがない場所、行ってみたい場所を優先しつつ、YouTube の動画で映えそうな場所や、迫り来る冬から逃げるというのが大きな判断基準になっていたかと思います。もう少し詳しく日本一周のルートを知りたい方は、概要欄に泊まった場所が全部記録されているスプレッドシートを共有しておくので、ぜひ見てみてください。ではまたねー。見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしく。